こんにちは、スタジオスケール24です。前回の、続き、アウトビアンキを、進めていきます。で、前回の続きは、前回はね、ここまで、つけたんですけど、とりあえずね、形だけ、ロアアームを、つけてみました。この位置ね。で、これからですね、ここの部分を、下の部分を切っちゃいます。このロアアームを残して、下の部分を切ります。切りましたので、次にね、やすり書きを地道にね、していこうと思います。要はね、この出っ張りを、取れればいいんですね。で、ボディをね、つけて、タイヤもつけてみました。こんな感じだね。で、どうでしょう。まあまあ、思惑通りになってますね。こういう感じで。で、ここにね、スタビが今度入ってくるんですけど、それはまた今度次回ということでね。まあまあ、思惑通りですね。こんな感じでなりましたね。で、これをね、こっちも同じように、やっていきます。反対側の方もね、できました。こんな感じですね。これでほぼ、左右対称に、なってます。上のね、穴の位置からも、同じ角度でね、落ちてますので、絶対問題ないと思います。で、ただですね、これ自体は、後で切ってしまうので、いらなくなっちゃうんですね。なぜかというと、ここの部分があると、フロントからのスタビライザーがつかないんですね。なんていうんですかね、ここの部分、ここの部分ですね。ここの部分のロアアームのこの部分と、スタビライザーがくっついてるんですね。で、ストラットを支えてるっていう、形になってますので、ですからこの部分があると、邪魔なんですね。で、じゃあなぜがつけたかというと、穴の位置が決まらないので、これを仮につけてた。ちょっとね、遠回りしたんですけど、こういう形で、つけてます。で、これはね、簡単にちょっと試しに作ったんです。こういう感じ。これはね、1.5 ミリの真鍮棒を、こういう形に曲げてます。で、これをこういう風に入るんですね。こういう形になります。で、まあね、試しに作ったんで穴の位置が合ってないんですけど、これで合わせてみて、この位置に合わせると。本当にこれガイドのためのものなんですね。で、こういう形で、位置を合わせて、本来はこれにつける。これを使うんですね。これを使わないと、さっき言ったようにフロントスタビライザーがつかないので、この位置でこうつけて、フロントからスタビライザーがこうつく。だからこの部分が邪魔なんですね。だいたいね、フロントスタビライザーはここにつくので、ちょっと斜めになってもね、こういう感じでつきますから、こういう感じかな。ですから、基本邪魔なんですね。これはね。ですから、これはもともと取る、ことになっているので、で、若干ね、まあ基本ね、こんな感じに、なると思います。
まあね、その辺をちょっとやっていきたいと思います。まずはね、この真鍮の棒がここに入っていくためのガイドを作りたいと思います。ガイドはね、1mm の角棒で作ります。まあこれがね、ほぼ3センチ、3.4 で 3.3 ですかね。これをつけたら骨をしっかり確認して、これね、一旦切っていきます。ここをこういう形で止めて、もうちょっとね、落としています。で、で、これを抜きます。乾きましたので、今度はね、真鍮棒を曲げていこうと思います。片方はね、もう曲がってるので、こちらをね、曲げていきます。印をね、まずマーキングを、します。で、マーキングしたら、慎重に外して、で、ここですね。で、曲げていっちゃいます。ぐっとね。よいしょ。で、これですね、こういう風に感じで、なります。ここにセットすると、こんな感じ。これでほぼ合ってます。で、この状態で、ぴったりね、くっついてますんで、ここで、一度マーキングをします。あ、外れちゃった。これで、ここをマーキング。で、あ、また出ちゃった。こんな感じですね。で、一応ね、こんな感じで。まずね、マーキングを、したところにポンチを、します。こんな感じでね、打ちます。で、打ったところをね、開けていきます。慎重にね。で、出来上がりました。こんな感じですね。これね、左右ね、ちょっとずれてる感じがするんですけど、実はこれ合ってるんですね。人間の目って不思議ですよね。で、これをここにこうはめ込むと、
ほぼねこんな感じ、こういうふうになります。で、今からねここを取ってしまうんで、非常にそれが分かりやすくなると思います。ここをね今切っちゃいますんで、もういりませんから。よいしょっと。よいしょ。結構ね真剣に作ったんですけどね、いらなくなるときは早いです。よいしょ。こういう感じ、すっきりしましたね。で、ここに、これがこうつくわけです。でね、こういう形で、できました。まあ寸法間違ってなかったですね。大丈夫でしたね。ここのねがずれてた、そういう風に見えてたんですね。これでぴったり今いってます。でこれがね 0.5 ミリなんですけど、この部分からね刺して、こういう感じ、刺すの動きが分かりますよね。こういう風になるわけですね。で、なおかつですね、こうなっているところに、こうなっているところに、さらに 0.5 ミリがあるといいな。 0.5 ミリ、わかりました。これでいいのかな、これですね。これ 0.5 ミリで、0.5 ミリはスタビライザーがこう入る。でそうすると車の動きって分かりますね。これが下がりすぎるのをこう抑えるわけですね。これがバネになるわけです、スタビが。という方で、サスがね必要以上に下がったり、上がったりしないように、こう板割れみたいな感じですかね。こういう風な形でズレを防止する。あとこれがねこうならないように補助する役目ですね。こういう形で入ってます。まあ今日はねここまでにしようかと思います。次回は久々にねディーナの方に、進めていこうと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。